パンツの話をします。こんにちは。バーチャルペンガミン YouTuber の松村上黒でーす。ドンパフはい、無事にマイクが届いたんです。かっこいいゼンハイヤーっていうかっこいいイケメンのメーカーからヘッドセットを買ったんで、マジイケてると思います。本当にオーディオ周りの紆余曲折が本当激しくって、バッファローって3回買って全部ダメだったんですね。ゼンハイヤー、神パンツの話をします。パンツの話をするんだけど、先に聞いといておいてほしい話があるんですね。私で隠さざらにゃきゃ。服のシワの話です。服のシワがどこによるかという話で、服のシワができるところっていうのは割と決まってるわけですよね。基本的には関節にできるわけです。関節。基本的には体を曲げた時に出てくるとか、そういうことなんだと思っていいと思うんですね。何でもないところにシワをたくさん入れすぎちゃって、なんだこれっていう失敗の方が人間は多い気がするので、最初のうち慣れないうちは本当に分かりやすいその肩口とか、この肩めっちゃ怒ってる誰だよ、納得いかないからやり直そう、ここには入るでしょっていうところに入れてあげるねっていうので十分かなって思いますね。はい、無難な線をいくつか入れてから、お好みで余計なのをちょっと入れてみたらっていう。シワは関節にできる。これを一応覚えておいてほしいでーす。テンションがこいつのテンションマジ受け入れられないって感じかもしれないけど、ちょっと待って、ちょっと落ち着いて聞いて。パンツの話をします。パンツの話をします。で、パンツって言っても皆さんの95割が想像してるこういう、ダメだ、私心ピュアだからちょっとそういう烈情を催す系のパンツはどうしても私ピュアだから書けないから、今取り上げるパンツっていうのは、今回取り上げるパンツっていうのは、こういう原宿とか渋谷とか超ナウなヤングにバカウケな方のパンツで、要するにジーパンのパンツの話をします。パンツじゃなくてパンツ。はい、気に入ってるやり方はベルトの金具からいきなり書く、こうですね。これから書いて、この後こんなことをする。なんかむやみに長方形をいきなり並べた後はもう勢いでわーってなんか書くと。丁寧な人はこんな風にしてもいいし、もっと丁寧な人はさらにベルトの穴を書いてあげる感じで、腰回りができたとして、デリケートゾーン、この辺デリケート、やめよう、この喋り方はやめよう。 YouTube に出禁を食らう。この辺をどう書くかっていうと、私はいきなりこう書きたいんです。これ何やってんのってわかんないかもしれないけど、とりあえず聞いて。私の気に入ってるやり方を皆さんが一方的に聞くっていう時間なので、我慢して聞いて一方的に聞いてください。ごめんなさい。で、乱暴な線を一回引いた後、消えた。まあいいや、もう一回引けばいいんだ。こうだ。引いた後、この辺から縦に引いて、ウェーブ。いい波乗ってんねで、引いた後、このウェーブのこの辺をつないであげるような感じで、こうなんとなくこうやります。こうやったらちょんちょんちょん、横に引いたらちょんちょんちょん。この1セットで覚えてください。横に引いたらちょんちょんちょん、この1セットを覚えると、ちょっとシワっていうのがちょっと楽しくなると思う。で、丁寧な人は縫い目とかを書いてあげて、ウェーブに合わせてこうやって点々って書いてあげたらより丁寧だと思う。丁寧民。書きたい人はポケット書いて、ポケットの縫い目も書きたい人は書いて、私一応お手本動画ということだから、私ちょっと丁寧なふりして書くんだけど、で
こうやって書いてあげて、この辺にチャチャを入れてあげるとちょっとそれっぽくなるんじゃない？膝も関節なので、そこはちょっとこうチャチャを入れてあげて、またウェーブいいな。膝の丸さを殺さないようにちょっとこの辺をかばってあげながら、こうちょっとチャチャを入れてあげる。シュッちょんちょんちょんで、あとはまあ裾はまあタイトなままでいいならこうやってもいいし、もうちょっと一悶着起こしたいならまたウェーブってやればいい。スッて降りてウェーブ、スッて降りてウェーブってやって閉じてあげて線を入れる。でチャ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 でも何笑ってんねん。まあ足は今日はいいや。足はこんなんでいいでしょ。はーい。それで一応こういうことになった。ベルトの周りが雑。いつもごまかして欺瞞とか妥協とかそういうことで生きてるんだっていうのが前面に出てきてて大変ごめん。この線がいらないのかな。こんなもんいいんじゃない？適当すぎる。で全体で見るとこういう感じ。なんか面白いな。服の硬さとかでまたちょっと変わってくるから、そこはまた今度突っ込んだ話しようね。終わりどうや？ホームページをリニューアルしたと同時にピクシブファンボックスを開設しました。行き過ぎ。未公開メイキングとかお絵かきのかなり突っ込んだ話とかもしようと思うので、見てくれたら嬉しいな。見てちょー。どうや？